はい、皆さんこんにちは。ケムのガジェットチャンネルです。はい、いよいよね、日本でも、Galaxy のね Z Fold 3、そして Z Flip 3がね9月8日の水曜日にね発表されました。今回ね私の方はちょっと先行して、フリップカバー with ペン、Galaxy Z Fold 3用ですね。でそちらとあとはGalaxy Z Fold 3の本体が、昨日香港版がね、到着しましたので、こちらのケースとペンのね使い心地についてレビューの方をしていきたいと思います。でこのねフィリップカバー with ペンの方は、日本のねギャラクシーの方ですと、無料でねもらえるということで、実際購入するかどうかというよりは日本の方に関してはもらった後どうなるのかっていうところでね、そんな感じでイメージしていただければと思います。はい、で実際私はこちらAmazon のねイギリスの方で注文して、割とそうですね1週間ぐらいで、届きました。で、使ってきてね、昨日丸一日ずっと使ってきて、これいいところ悪いところっていうのは結構見えてきましたので、それをねこの動画の方でまとめて話をしていきたいと思います。ではねまず開けてみましょう。はいはい、ペンがね、付属してるケースにねペンが付属してるということで結構お得感はありますよね。値段は約1万円ぐらいということですね。でここにねペンの収納部分がついていて、素材はねこれ見た感じ、割とね高級感ある、さすが純正の作りだなと。で中には、こういったケースが入っていて、これはね S ペンの返しになります。今回 S ペンのペン先はね専用のものになりますので、過去のものは使えないということですね。で中はこのような、形状になっていて、ここがねちょっとサラサラする感じで、ここがねサブディスプレイの方に当たるような場所ですね。でこのケース、私にとってはですね夢のケースなんです。太いペンを持ち運べるケース、単純な話なんですけれども、この2つの条件を満たしたケースっていうのはずっと求めていたものなんですね。というのは、まずこのペンがね、例えばこれ Galaxy Note 8のね、ペンですけれども、非常に細くて持ち心地があんまり良くないんですよね。なのでかといってね別の S ペンをね、これ食べやすいの S ペンですけれども、こういったものを購入してケースにつけようとしても、なかなか持ち運びができないというところがね、非常に大きな悩みで、S21 Ultra の方で、そこの悩みはね解消されて、で Galaxy Z Fold 3でもねこのペンを持ち運べるケースというのが出たということで、これはもう積年のね夢だったんですよね。でサムスンとしてもね相当力を入れてね作ってると思います。でまずちょっとケースについて見ていくと、一番の特徴としては、ここの部分がねペンの部分が外れるということになります。でこれ結構ね力入れないと外れなくて、下からこういった形でね押し上げるとこういうような感じで、取れるようになっています。でここの部分がこんな感じで溝になっていて、ここをねシューッとここの部分に入れてスーッと差し込んでいくということですね。だからここの部分が、このフリップケース見た時にねここの部分いらないんじゃないのっていうね風に多分思う方も多分多くいらっしゃると思って、実際このサブディスプレイがまずね開けないとね見えない形になるので、ここはもうむしろなくてもねいいっていう方も多分結構いらっしゃると思うんですけれども、そうするとここのペンをね接合している部分が薄くなって弱くなっていってしまって不安定になったりとか、するので、このフリップの部分はね、やむを得ず、こういった形になったっていうのと、あとは手帳のようにねサブディスプレイも保護した状態で、持ち歩きたい、そういったニーズの方にもね応えてこんな感じになってるのかなというところですよね。ではね、早速、装着していきましょう。ここで、ここパチパチ結構ねこう簡単につきますね。で、これ今ね顔認証と指紋認証やってるんですけれども、閉じていきたいと思います。で閉じていった時にまずはこの閉じた状態からスタートですよね。でそうすると、こんな感じ、閉じた時のねデザインとしては、とても美しいデザインなのかなというふうに思います。で重さとしては、343g ですね。
結構ずっしりする感じにはなってますね。ではね、じゃあこちらのケース早速、いいところとちょっと良くないところをね、順に話をしていきたいと思います。まずいいところとしては、このね、ペンを持ち運びができるっていうところですね。もうこれは当たり前の話です。ペン入れるときとね、しまうときの感触としては、スーッと上げて、これ結構摩擦があるので、途中でね、こんな感じになって振ってもね、落ちる感じはないですね。結構きつめにできてるのかな。かといってもきつすぎないですね。で、しまうときは、この最後のところね、スッと入る感じですね。この感じすごくいいなと思います。はい。で、あとは、これがついてるがためにね、邪魔になってくるケースっていうのは結構あるわけですよね。例えば、デメリットのところでね、話しましょうかね。こうやって開けて、開けたときにね、このフリップ部分が邪魔になる。こうやったときに、ここの空間ができてしまうというところですね。それでちょっと持ちにくくなるかなというところですよね。厚みがあればね。そこまで持ちにくくはないのかなと思うんですけど、ただこのぐるっと回した時のここの空間の分ね、ちょっと斜めになったりとか、そういったところですかね。があったりとか、するのと、あとは、これをね、タブフォルダをね、開いた時に、ここがね、ペンとして扱う分に関しては問題ないんですが、これちょっと後ほどまた説明します。この斜めになっている状態なので、じゃあ斜めになってるからね、この状態で、使えばいいんじゃないかというところで、確かにその通りなんですけれども、こっちの状態の方がね、縦で、例えば Twitter とか、他のコンテンツとかやった時に比率的に見やすい部分があるので、そういった場合にこういったちょっと斜めになって、しまうっていうところでね、そこで、そういった方々のね、声にお答えするために、ペンをね、取り外しすることができる。これがね、いいところの、2つ目ですかね。で、あとは質感ですよね。質感、さすがにこれ値段、分結構するだけあって、非常にいい質感で、高級感もある感じでできていると思います。で、あとは、これあまり公式でね、とかで全然言われてないんですけれども、こう開いた時に、こうして、こう裏にね、回した時ですね。ここをね、こうしますとね、こうすると、これスタンドになるんですよね。で、これどうせね、倒れやすいんじゃないのかっていうところはね、指摘がある方もいらっしゃるかもしれませんが、結構こんな感じで、普通にね、こうやって触ったとしてもね、結構安定してるんですよね。だからこれ、スタンドとしてね、ちゃんと一応使えるっていうところはあります。これあんまり言われてないんですけれども、結構いいところの一つだなと思いますね。ではね、もういいところ、あんまりね、そこまで数言ってないんですけれども、ちょっと気になるところをね、いくつかね、話をしていきたいと思います。で、まず、気になるところはね、これこの状態になった時に、これ海外のレビューでね、見た時にもすぐ分かったところですが、これ持ちづらいっていうところですよね。ここの部分が、余ってくるので、ここの部分に関してこうなった時、こんな感じにしてね、で、裏でこうやって持ったりとかするとちょっと不安定ですし、かといってじゃあこっちをねこうして、見たとかね、その時は、こんな感じでね、間にこのペンのところを挟んで、持ったりとかで、これで1画面ね、全画面使う部分は特に支障ないんですけれども、マルチタスクでね使ったりする場合にちょっと比率的にやっぱこっちの方がねいい場合は、やっぱここでこうやって持つっていうのもねありですけども、普通はこうやって持つ方が多いと思うので、そうなった時にやっぱここの部分がどうしても邪魔になるかなというところですよね。はい。で、あとはちょっといいところってね、言いそびれたところというか、このペンをね書くときにちょっとこれ角度が、つく形になると、こうやって置いたときになんで、こう書いたときに斜めにねスタンドとしてなるので、非常にこの部分はね書きやすい。全くねこの角度がないよりは少しでもね角度が上がっている方が書きやすいので、これはねいいところの一つですよね。では次ね、ちょっと悪いところの方に戻っていきたいと思うんですけれども、あとはね、ここの部分がね、これもアメリカの Amazon とかでねかなり言われてますけれども、これ磁力がないんですよね、ここはね。
だから磁力がないので、こうした時に、これパカッという形で開いてしまうので、なんかねやっぱ収まりが悪いんですよね。こうやって持ってたとしても、ここプラプラしたりとか、これグラグラするじゃないですか。この感じって結構ね気になるんですよね。これ人によるところはあると思うんですけれども、気にならない方は特にいいかと思うんですが、そこがねプラプラするというところがちょっと気になるなというのはあります。ノート20ウルトラでもねこういったフリップタイプのカバーありまして、磁力がついてなかったんですけれども、あれよりもやっぱりこの機構がね複雑な分、その分なんかこのグラグラする感じがあって、ちょっとそこがねこれは確かにね酷評される原因にはなるなというところは納得してしまう、ところがありますね。で次はね、これスマホスタンドとのちょっと相性がねあんまり良くないなというところですね。これ例えば、この形でスマホスタンド立てる人はあんまりいないと思うんですけど、よくあるタイプのスマホスタンドでここのね部分がここのペンのねここの部分に干渉して、立てられないんですよね。これで一応立てられちゃ立てられるんですけど、これはスマホスタンドの種類にもよるかと思いますが、ここがちょっと邪魔になるので、これで、この方法であればね一応立てられるけど、その立てる時のね、やり方が限られてくると。カバーの方でねスタンドすればいいんじゃないのかっていう話もあるかと思うんですが、カバーよりもちょっと高さをねつけたい場合は、こういうよくあるスマホスタンド、これ100均で500円のやつですけどもをねした時にちょっとね置き方に工夫とか不安定さが、増してしまうのかなというところですね。ここの部分、こういった角度調整がねできるスマホスタンドであればいいんですけれども、角度調整ができないものだとかなりね垂直に近い状態になって倒れてきてしまうので、そういったスマホスタンドとのちょっとこの相性があまり良くないのかなというところですよね。はい。次にですね、プレビュー撮影がね、できないというところですね。このカメラをね、起動します。ここの部分ですね。これを押すと、カバー画面でプレビューっていうのがね、できるわけですよね。で、その時にこのカバー画面でね、こうやってね、プレビューしようとすると、カバーが邪魔になるんですよね。これだから、こんな感じで、やりながらとか撮影とかでかなり難しいと思うので、事実上ねカバー画面プレビューでの撮影が難しいという感じになってます。でこのフロントの部分が400万画素で、こっちのねカバー画面の方のメインのねこっちのカメラの方が、性能が高いので、こっちのカメラを使えばね特にこっちを使わなくても、問題がない、セルフィーでね撮影できる場面が多いかと思うんですが、今回の場合はこのケースに関してはねそういったところが非常に難しくなってしまうというところですね。なのでこの、ケースに関してはね今ねこれ以外のケースで出ているのがハラリーのねケースと、あとはねもう一個ねシュピゲンの方でまだ海外の方でしかね発売してないというか、まだプレオーダーの段階ですかねというところで、こんな感じの、スマホケースね、シンフィット P プロじゃなくて P ですかねいう感じのスマホケースがあったりするんですけれども、いろいろこれからねちょっといろいろ一長一短のところがねあるので、ちょっといろいろ試していきたいなというところではありますね。だからいろいろ弱点とかねサムスンの方も分かってる上で、この取り外しをできるようにしたりとかいろいろしてるんですけれども、ここの部分はやっぱりちょっとマグネットが欲しかったかなというところですよね。だからSペンを持ち運ぶっていうところはすごくいいんですけれども、それ以外に結構いろんな問題をねちょっと抱えている、ケースかなというところですね。はい。サードパーティーのねSペンが持ち運ぶケースどんどん出てきてほしいなと思います。はい。であとねこのSペンの書き心地とかについてね話をしようと思ったんですけれども、ちょっとね動画が長くなってきたので、こちらはまた後編にして、こちらのね、前半のはこれで終わりたいと思います。それではまた後編の動画でお会いしましょう。もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。